どうも作曲家のトイドラです。今回分析していくのは、アメリカ・ロサンゼルスのアーティスト、ノウアーのオーバータイムという楽曲ですね。ノウアーの作曲を行っているのはルイス・コールという人なんですけれども、彼の音楽は非常に独特です。あからさまによろたい積和音ばかり。そしてリズム感もかなりシンコペーションが多くて、グルービーですね。グルーヴ感にかなり偏った作風が非常に独特なアーティストとなっています。では早速聴いていきましょう。はい、こういう楽曲になってます。もうこの曲、ちょっと聴いて楽譜を見ただけでもわかる特徴があります。これね、もう完全にね、ヨド体積和音ばっかり。まずこの冒頭部分のリフが示されている部分なんですけれども、これがリフになってるんですね。和音のところを見てみると、F シャープがトップノートに補足されてますね。ずっと F シャープのまま。で、その下のところに完全4度の音程があって、それがちょっとずつ下がっていくと。そんだけのリフです。こんだけのコード進行でできています。で、この曲が4度体積和音ばっかりでできてるっていうことは、もう実はここのね、サックスの、このアルペジオからも匂わされてるんですね。サス4の和音っていうのは、積み方を変えれば4度体積和音になりますからね。この完全4度ですね。ここにも完全4度。もう完全4度の響きがこの曲の根幹を成していると言えます。で、やがてベースラインが入ってくるんですね。これすごいベースラインですよね。半音ずつ下がってるだけなんですよ。この右手のね、和音の部分はさっきのリフと変わってないんですね。2小節単位で繰り返してるだけです。なんですけど、ベースラインは半音ずつバーっと下がっていくっていう4小節の動きで動いてますね。で、それが組み合わさった結果、こういう和音になってると。結構おかしな和音ではあります。まず頭の部分がね、F シャープセブンスサス4から始まってるんですけども、これがトニックの和音になります。この曲、ヨド体積和音ばっかりでできてるせいで、トニックがセブンスサス4の和音になっちゃうんですね。で、経過和音としてこの D 音 E という和音を経ていって、ここでね、B6 アドナインスオン D シャープ、もしくは D シャープマイナーセブンス、イレブンスという、まあ、多義的な和音になっちゃうんですけれども、この和音とてもいい和音ですね。で、その後ベースが半音下がって、D メジャーセブンスシャープイレブンスになっていくと。まあ、こういうとてもね、テンションが多くて、不思議なコード進行にはなってるんですけれども、別にこれはコード進行複雑だからといって、すごい難しいことしてんだというわけでもないんですね。まあ、完全4度をあからさまに強調した和音の下で、ベースラインが適当に下がってるだけです。これ多分本当に適当に感覚的に作ってるんだと思います。で、その結果、まあ、4度体積和音、完全4度を包んだ和音ですよね。そういう和音って、こう、サス4系の和音になるんですけれども、多義的になっちゃうんですよね。まあ、例えばね、G7 サス4という和音を考えてみましょうか。こういう和音があるんですけれども、この和音って、実は D をルートにして考えても、こういう風に Dm7th、11th という和音にも解釈ができるわけなんですよね。サス4系の和音は第3音がないせいで、ルートの位置を複数通り解釈できてしまうと。まあ結果的に多義的な和音になるわけですけど、この多義的な棒葉とした感じが浮いた感じになってかっこいいと。でそれをかなりグルーヴ感マシマシのシンコペーションの上に乗っけたっていうのが、ルイス・コールもしくはノウアーの作風になるわけです。
いや、やってることはシンプルだと思うんですけどね。これはかっこいいですよね。そして、この曲はバースコーラス形式で、今バース部分ですね。基本的にバースコーラス形式の曲っていうのはコーラス部分がサビになるんですけれども、このオーバータイムではバース部分の2回目がサビになってます。今から入るところがサビですね。結構面白いと思いますね。で、このサビの部分に入るとドラムが入ってくるわけですけど、ドラムのリズムがね、ちょっと面白いですね。なんか、意外とダサいですよね。ライドシンバルがテンテケテン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 と言って、で、キックとスネアはズン、パン、パンとこうやるだけ。すごいシンプルなんですよね。すごいシンプルなドラムパターンの上で、伴奏が何をやってるかっていうと、これですよね。めちゃめちゃ16ビートの感じが強い、普天8部、普天8部、普天8部ってこう重なっていくようなポリリズムですよね。ドラムはもうあからさまに4つ打ちのビートを鳴らしてるわけですけれども、上で普天8部のリズムを鳴らしてます。で、しかも、エレキピアノとベースが全く同じリズムになってますよね。普通、ベースラインと和音楽器っていうのは同じリズムではなかなか演奏しない。お互いにこう補い合うような感じにするのが普通なんですけれども、この曲はもうドラムとベース、そしてエレキピアノっていう風に分けてます。基本的には、ベースっていうのはドラムと同じリズムを刻むことが多いんですけれども、この曲の中ではベースはむしろエレキピアノと同じリズムを刻むと。非常にグルーヴ感マシマシのかっこいいベースラインですね。もうなんか、ゴーストの音だらけだし。で、こんな感じで伴奏がかなり弾けてるので、メロディーラインは単純なんですよね。さっきのところも、本当にシンプル。このね、四分音符ばっかりのリズム感ですよね。で、このサビの部分に入った時にメロディーラインがどうなるかっていうと、こんな感じで、あんまりメロディー感がなくなっちゃうんですよね。サビなのにメロディー感が薄れて、しかも音域も低くなってると。これでいいのかって思うんですけど、このサビ、主役はボーカルじゃなくて、こっちの楽器の方なんですよね。すごい激しい動きをしてるわけですから。なんならベースが主役かもしれないですね。かなり自由な動き方をしてます。そんな感じで活かしたリフをずっと続けていって、コーラスに入っていく直前ですね。こうやってコーラスに入っていくんですけど、面白いブレイクですね。やっぱりここにも、ヨド体積和音ですね。ヨド体積和音になっているせいで、こういうマイナーセブンス、イレブンスっていう特徴的な和音が出てきます。で、その後この和音不思議ですよね。これも、ヨド体積和音ですよね。で、この、b マイナーセブンス、イレブンスなのか E7 プラス4なのかよくわかんないような和音。こいつを経て、転調していきます。ヨド体積和音っていうのは第3音が抜かれてるんですけども、第3音が抜かれてる和音っていうのはメジャーなのかマイナーなのかわからなくなるんですよね。この和音がメジャーの和音なのかマイナーの和音なのかなってわかんないじゃないですか。こうなのか、こうなのか。そうするとね、調的にやっぱり複数通りの解釈ができるようになるという意味で、転調もね、容易になっちゃうんですよ。サス4系の和音は転調にも使えると。結構ね、無理やりな転調だと思うんですけど、違和感はないです。で、この転調の直前には、音コードの形の5の和音を置いて、5、1という形で自然に進んでいきます。はい。で、このコーラスがね、すごい活かしてます。バースとコーラスで曲調がかなり違うと思うんですよね。バース部分では非常に浮いた音形で、ポリリズムなんかもあって、非常に都会的な響きと言ってもよかったと思うんですけれども、コーラスからはもう完全にファンクです。この伴奏ね。ファンキーですね。で、ベースはやっぱり下がっていく音形を取る。で、これを繰り返すんですね。で、和音がじゃあどうなってんのかと。これも、またすごい面白いんですけど、やっぱり一旦、ヨド体積の和音は取るんですね。これですね。今度は G シャープサス4の和音がトニックになります。で、和音が揺れるんですよね。なんだこの和音と。すごい和音ですね、これ。こういう和音になってるんですけど、こんな和音あったっけと。この和音の機能なんだろうと思う
必要はないんですね、実は。この和音に機能はありません。ただの刺繍和音ですね。で、これ、どういうことかっていうと、要は、この和音の、この部分が揺れたんですね。で、戻る。そんだけです。なので、この、なんかよくわかんないこの和音、こいつに機能はなくて、ちょっと揺れてぶつかっちゃったんですね。ルイス・コールは、このように、一旦4度体積の和音を取ってから、ちょっとずらしてぶつける。こういう音遣いをよくするんですね。ちなみにこの、ぶつかってるこの和音もちゃっかりと4度体積になってるんですけれども、こういう風にわざと音をぶつけてやるっていう技法もね、かなりファンクっぽいですよね。で、右手の和音、このままずっと繰り返すだけです。この1小節を繰り返すだけ。で、ベースは下がっていくんですね。基本的にはこのずれた和音は考えなくていいとして、上で弾いてる和音は G シャープサス4のままですね。で、ベースがどんどんその下に下がっていくんですけども、下がっていくと、結果的にこういう和音になっていきます。非常に複雑な和音ですね。非常に複雑な和音に見えるんですけれども、別にこの和音を作ろうと思ってやってるわけじゃないんですね。G シャープサス4を右手で弾き続けて、で、ベースは下がっていくと。適当に下がっていこうと。そしたらいい感じの和音になったという形になってます。ヨド体積和音の下でベースラインがちょっとなんか適当な動きをしてると基本的にいい和音になっちゃうんですね。こんな感じですよね。で、ボーカルもね、そんなに複雑なことしてるわけではないですね。これを繰り返してるだけ。下の方で割と好き勝手なことを伴奏がやってくれてるせいで、メロディーラインはあまり変なことはしないわけですね。基本的には主音と属音を行き来するだけでできてます。一個挙げるとすると、で、ボーカルにもゴーストノートがあります。ゴーストノートっていうかなんか、みたいな感じでちょっと叫ぶんですよね、ボーカルが。で、これのおかげでグルーヴ感がね、やっぱり出てます。もうこの曲はとにかくグルーヴ感なんですよね。グルーヴ勝負です。和音もだいぶ面白い和音になってますけど、結果的に。この曲のコード進行は、なんか、コード進行って感じじゃないんですよね。さっきから何度も言ってるように、ヨド体積和音を鳴らして、ベースは適当に動かしといて、なんか、暇があったら、ちょっとぶつけると音をね。これをやってるだけ。そしたら偶然にもかっこいい響きになったと、そういう感じの曲になってます。で、これを繰り返していきまして、ちょっとここにね、ブレークがあるんですよね。で、このブレークもやっぱりサス4です。やっぱりヨド体積ばっかり。ただね、このブレークの和音、ただこのブレークをね、3の和音でブレークさせてるのはちょっとおしゃれかもしれないです。3の和音でブレークさせると、なんかトニックなのかドミナントなのかわかんないっていう感じになるんですよね。やっぱり浮いた響きになります。で、その後のね、このドミナント。コーラスに入る直前もそうでしたけども、この決めのブレイクの後のドミナントの和音は、サス4の4度体積和音じゃなくて、このオンコードのね、一般的によく使われるようなドミナントの和音になってるんですよね。他の部分が全部4度体積和音なので、逆にこの和音が効いてます。はい、で、こんな感じで同じことをやって、で、これで、パースに戻っていくわけです。で、やっぱ最後の和音も今度はサス2ですけども、要は4度体積和音だと。で、この今のコーラス部分の調は G シャープマイナーなんですけれども、バース部分の調が F シャープマイナーなので、G シャープマイナーにおける4の和音、4のサス2ですよね。の和音っていうのは、F シャープマイナーの調における5のサス2の和音になって、そのまま普通に解決ができると。ただね、そもそもサス2の和音ですからね、サス2和音をピボットコードにして転調してるというのもやっぱり一筋縄ではいかないところですね。いや、この曲マジでかっこいいと思うんですけどね。分析してみると非常に独特なポイントがありつつ、じゃあ難しいことやってんのかと言われたらそうでもない。真似するのは意外と簡単だと思うんですが、なかなかありそうでなかった作風だよなというふうに思います。4度体積和音に次ぐ4度体積和音。で、グルーヴ感もマシマシだと。ポリリズムなんかも使っちゃって、非常にシンコペーションをモリモリ。そして、ドラムのビートは意外とシンプルにしておくんですね。全部のパートが暴れ始めるともうただのカオスになっちゃうから、ドラムとメロディーはちゃんと四つ打ちのリズムに乗っ取って動くんですね。で、ベースと和音パートが遊ぶっていうのがちょっと面白かったかなと思います。さあ、比較的今回は短い分析でしたけれども、内容はなかなかかっこよかったような気がします。というわけで今日はここまでですね。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では、ありがとうございました。